はい、YouTube とテレビが大好き桜島です。今回はですね、YouTube をテレビで見る方法について解説していきたいと思います。このチャンネルですね、タブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェットやパソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信しています。こういった情報に興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入っていきます。いつも皆さんね、YouTube を何で見ているでしょうか？ほとんどの人がね、スマホやタブレット、そして最近ではスマートディスプレイで見ている人が多いんではないかと思います。こんな感じでね、Google の Nest Hub っていうスマートディスプレイなんですけども、こちらね、YouTube が見られる据え置き型の端末です。こういったものでね、YouTube を見ているんじゃないかなと思います。でもね、ここで問題があります。画面に文字が多いと読めないことありますよね。例えばスマホですね。スマホの中で文字が多いと、動画の中で文字が多いと、文字がなかなか読めないっていうことがあると思います。例えばね、最近だと iPhone12 の価格表とかね、もうモデルと容量、キャリアで別々になっていて、表がすっごいちっちゃくなって、文字が小さくてね、全然読めないよっていうことが結構あるんじゃないかなと思います。こういった感じでね、スマホの画面が小さくて文字が読みづらい、そういったことが問題ですよね。その他の問題として、バッテリーが気になります。例えば動画を見ていると通信も映像処理も必要なのでバッテリーがガンガン減ってしまいます。そうするとね、長時間動画を見ることがすごく難しくなってしまいます。で、動画ってね、最もデータを容量食っていきます。なので、スマホのギガがすごく減ります。1時間見ていたらあっという間にギガを食い尽くしてっていうことも結構あるんじゃないかなと思います。私はね、何度も容量制限を食らってしまってね、データ通信速度を制限されて使い物にならなくなったということを何度も経験しています。じゃあその問題を解決する方法としてお勧めしたのが YouTube をテレビで見るっていうやり方ですね。こちらの方法、とてもおすすめなのでこれから紹介していきます。YouTube をテレビで見るメリットは、テレビはまず大きい画面ですね。テレビ最低でもだいたい32インチ以上がだいたい平均的なテレビのサイズだと思うんですけども、画面が大きければ文字も大きくなります。そしてテレビにはバッテリーが不要です。なのでバッテリーが減りません。そしてテレビの場合ですと通信は家の Wi-Fi から使うのでスマホのギガが減らないんです。これだけテレビで見ると YouTube をテレビで見るとメリットがあるわけです。じゃあ YouTube をテレビで見る方法としてどんな方法があるのか簡単に説明していきます。一つ目はテレビ付属の機能で視聴する方法です。テレビの内蔵している YouTube 視聴する機能、こちらを使う方法です。で、2つ目としては外部機器を使用する場合、最近だと Fire TV とか Chromecast、そういったものを使って見る方法。で、3つ目がスマホ、タブレットをテレビに直接ケーブルでつなげてテレビを見るっていう方法ですね。4つ目がスマホやタブレットをワイヤレスでミラーリング、スマホの画面をテレビにワイヤレスで飛ばしてそれで見るっていうやり方があります。こういった感じで YouTube をテレビで見る方法があります。その中でも私が実際に使って分かった YouTube をテレビで見るときのおすすめの方法を紹介していきたいと思います。一つ目ですけども、テレビ内蔵の YouTube アプリを使う方法が一番楽かなと思いますね。私の場合ですと LG 製のテレビを使っていますが、その中の内蔵機能として YouTube アプリがあります。これテレビの画面なんですけれども、ここに YouTube アプリがあるのがわかると思います。他にもね、Netflix とかTSUTAYA TV とかプライムビデオにも対応している、そういったテレビを持っているので、そのテレビの内蔵機能として YouTube 視聴機能、こちらを使って見るのが一番気楽で楽な方法なんじゃないかと思います。で、このテレビの内蔵機能として、今紹介しましたけども、YouTube の他に Netflix とかプライムビデオといったような様々な動画配信サービスに対応しています。こういったものを使うと、テレビでお手軽に YouTube を見ることができる。そういったわけですね。じゃあ、テレビ内蔵の YouTube アプリのデメリットについて紹介していきます。YouTube 以外ではね、海外のサービスのアプリがすごく多いです。全然聞いたことないサービスがたくさんアプリとして用意されているんですが、他に日本独自のアプリがありますよね。例えば ABEMATV とか DTV 等の日本独自のアプリっていうのは実は非対応なものが多いのが LG 製のテレビの特徴です。そういったものは内蔵機能としては少ないっていうのがデメリットになりますね。他の視聴方法として Fire TV シリーズ、Amazon の Fire TV シリーズを使ってテレビで視聴する方法がおすすめです。今 Fire TV シリーズは3種類発売しています。Fire TV Stick と Fire TV Stick 4K、そして Fire TV Cube です。
このスティックって何してるかというと、テレビのね、裏側に HDMI 端子があるんですけども、こちらにスティックを差し込んで、テレビで直接視聴することができる。そういった感じのデバイスになります。テレビの HDMI ポートにつなげて YouTube が見られますよと。で、プライム会員はプライムビデオもさらに見ることができますと。で、もちろんプライム会員でなくても Fire TV は使えます。Fire TV が使えて YouTube を視聴することができる。それが Fire TV シリーズの特徴です。Fire TV の YouTube アプリについてもうちょっと見ていきましょう。それぞれの端末を買うための料金は必要。でも YouTube アプリは無料で提供されています。このデバイスを買って YouTube アプリを無料でダウンロードすることで YouTube を見ることができます。YouTube アプリをこのようにダウンロードして表示させた後にこれを開くと YouTube の動画が見られる。そんな形になっていますね。で、操作の方ですけども、専用のリモコン。さっきの画面ですと、こういうリモコンかな。こういうリモコンが付属しているので、そのリモコンを使って操作をしていきます。もしくは、スマホのリモコンアプリっていうのが別であるので、それらを使って、Fire TV を操作して視聴することができる。そういう感じですね。で、もしも 4K テレビとかあれば、Fire TV 4K があれば 4K 映像を楽しむことができます。YouTube の配信の動画ですと、フル HD の動画の他にも 4K の動画とか 8K とかね、高解像度の映像を配信しています。そういったものをテレビで簡単に 4K 映像の高解像度、高画質の動画を見ることができる。それが YouTube で 4K 動画を見るときのメリットになりますね。で、3つ目の方法ですけども、Chromecast で YouTube を視聴する方法もあります。Chromecast って何してるかっていうと、こんな感じで、テレビに HDMI ポートにこういうデバイスを差し込んで、YouTube を見る。そういったデバイスになっています。で、テレビの HDMI に接続するタイプのデバイスで、こちらのFire TV と違ってリモコンが付属しません。もともと付属しません。で、操作はすべてスマホから行うことになっています。スマホに映した動画をテレビに飛ばしてテレビで視聴する。それが Chromecast の機能です。じゃあ Chromecast のデメリット、どんなものがあるかっていうと、スマホやタブレットがないと操作ができません。スマホやタブレットに映像を再生させて、それをテレビに飛ばす。Chromecast に飛ばす。っていう形でするので、どうしてもタブレットやスマホが必要です。もしくはパソコンからね、キャストって言いますけれども、そういった形でテレビに飛ばす必要があります。で、テレビの他に何かデバイスが必ず必要で、これが面倒で、リモコンが欲しい。そんな感じですね。なので私、Chromecast も Fire TV もどちらも持っていましたけども、最初 Chromecast 便利だなと思っていたんですが、Fire TV でリモコンがあるとこっちの方がすっごい便利ですね。なので私は Chromecast を使わなくなっちゃいました。で、実はね、この Chromecast、久々に新モデルが発売を予定しています。こちらですね、今度は同じようにHDMI に挿すタイプのデバイスなんですけど、今度はリモコンが付属します。なので、ほとんど Fire TV と同じような形で使うことができる。そういうデバイスになっています。で、こちらの方、アメリカの方で先行発売されて、だいたい50ドルぐらいで買いますよ。ってことだったので、こちらのだいたい日本円で言うと6000円ぐらいかな。これがね、近々発売予定ですよっていうことなので、2020年か2021年の春とか夏とかくらいにね、発売するんじゃないかなと思います。もしも、Google の方、Chromecast の方が自分に合ってるなと思ったら、こっちの方を買うのがおすすめだと思います。じゃあ、他の視聴方法は何かっていうのをご紹介していきます。他の視聴方法として Apple TV というデバイスがあります。その中の YouTube アプリで視聴することができますが、このデバイスがね、結構高価なんですよ。HD が 見られるデバイスの方が 15,800 円。で、4K に対応したモデルが 19,800 円なので、だいぶお高いなという形なので、例えば家の中のデバイスが Apple 製品がすごく多いよ。iPad とか iPhone とか MacBook Air とか、そういったものが家の中でたくさんあるよっていう環境であれば、このデバイスを使うメリットがあるんですけども、そうでない人にはあまり向かないのかなと思ってます。で、あとはパソコンをテレビにつないで HDMI でテレビで YouTube を見るっていう方法があるんですが、最初私これやってました。でも、操作がすごく面倒です。パソコンを触らないといけないし、テレビも見ないといけないし、結構めんどくさいし、配線もぐちゃぐちゃになっちゃうんで、だんだんやらなくなっちゃいました。その他の方法として、Anycast とか中華製のドングルがあるんですけども、こちらの挿してスマホとミラーリングして表示する、再生させるっていう方法があるんですが、こちらですね、接続が不安定になっちゃいますね。なのであまりお勧めはしていません。あとはスマホとテレビをケーブルで接続するっていうやり方なんですが、スマホのパワーとバッテリーを消費してしまうので、
スマホの電池が切れたら終わりとかいう形になってしまいますね。で、あとは電話が来た時とか通知が来た時ですね、テレビに表示されてしまうので結構邪魔なんですよ。邪魔なので、こちらはあまりお勧めはしていません。じゃあ、後付けデバイスの選び方についてご紹介していきます。デバイス、先ほどご紹介した Fire TV Stick と Fire TV Stick 4K、Fire TV Cube、そして Chromecast を紹介してきました。それぞれの特徴を簡単に紹介します。Fire TV Stick の方はフル HD テレビに対応して一番安いモデルになります。一番買いやすいモデルなんじゃないかなと思います。で、Fire TV Stick 4K っていうのは、この Fire TV Stick に 4K の映像に対応したモデルっていうことになっていて、だいたい2000アップすれば 4K 映像に対応することができます。ただし、4K テレビに対応してるんだけど、4K テレビを持っていないと 4K 映像は楽しめません。なので、4K テレビが必要になってきます。なので、ここまで見ると、Fire TV Stick 4K を今のうち買っといて、将来 4K のテレビを持った時に綺麗な映像を見られる、そういった形の方がいいんじゃないかなと思って、その後の上位モデル、Fire TV Cube っていうのがあるんですけども、倍以上の価格をしているんですけども、こちらも同じように 4K テレビに対応していて、動作は 4K のモデルよりもこっちの方が操作は軽いです。そしてこちらのモデルはハンズフリー対応の音声操作にも対応しているよっていう、そういうモデルです。で、Chromecast は先ほど紹介しましたけれども、こちらの方の 4K には対応していません。もちろん 4K に対応しているモデルもありますけれども、安さを追求したら、Chromecast の5000円ぐらいのやつでいいんじゃないかなと思ってます。で、もしもこれを買うぐらいだったら、もうちょっと待ってみて、新しい Chromecast を買った方が幸せになれるんじゃないかなと思ってます。で、ここまでのまとめです。で、もしも YouTube をテレビで見るときのおすすめの方法としては、お手軽に見られるのがやはりテレビ内蔵の YouTube アプリ。もしテレビの内蔵の YouTube アプリがあるのであれば、こちらの方を使った方が一番楽かなと思います。2つ目の方法として、格安の視聴デバイスの Fire TV を使う。そういった方法が YouTube を見るには便利かなと思います。で、あとは、これから発売予定のChromecast ですね。Chromecast with Google TV っていうのが今後発売予定なので、こちらの方、買った方がいいんじゃないかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画の評価をお願いします。よかったら高評価ボタン、質問やお願い、言いたいことがあればコメント。今後、このチャンネルに期待してくれればチャンネル登録をお願いします。Twitter もやっているのでよかったらフォローもお願いします。